7年間、その同じコンクールなんですけど、書類落ち、自分の才能がないのかなとか。きついですね。もう完全に心が折れてましたね。もう絶対通るまでやり続けないとみたいな。独立してオープンしてから約1年半近くぐらいがもう売り上げが本当に1万から2万。作業なんか仕込んだって売れないんで、いいパン、美味しいパンをさえ作ってればいつかお客様が来てくれる。そのパンが毎日余るっていう結構苦痛な日々を過ごしていました。もうあれですね、営業の電話かけまくったり、個人店っていうものが全くどういうものか分からずにやってしまったんで。それがまたあれなんですね、コンクールだったんですよね。青梅と、オレンジ、みかんか。みかんと酒粕です。ポンプいた時なんですけど、たまたまその同期が自分の、結構そのパンの業界では大きいコンクールで優勝して、でも3年目ぐらいに仕事以外にもそうやってチャレンジして結果を残してるっていうことですごい焦りを覚えて、まず書類選考からなんですけど、なんかちょっとあわよくばじゃないですけど、自分もなんかいい結果出るんじゃないかと、そういう甘い気持ちでやってたら、7年、8年ぐらい書類すら通らなくて、きついですね。もう完全に心が折れてましたね、もう。正直。でもなんかもうここでやめたらみたいな意地ですね、もうなんか。絶対通るまでやり続けないとみたいな。なんか、もうでも、才能じゃないですけど、もう自分は向いてないんじゃないかなぐらいに正直思った時も本当にありますね。病院を挙げ出したらもうキリがないんですけど、ある程度そのコンクールの求めてるものに対してやっぱりパンを作らないといけないんですけど、自分よがりで自分がこれでいいだろうみたいなパンばっかり作ってるみたいな。でもそれってなんか今考えると別にコンクールっていう枠ですけど、商売していく上でも、自分が作りたいものだけじゃやっぱりダメなのかなっていう。はい。もうその時はそれしか頭になかったんで。それで、なんか、1年過ぎていくみたいな。これは、ブリオッシュって言われる生地に、紅茶とホワイトチョコレートを混ぜ込んで、
僕はちょうど10年います。はい。妻に辞めよう、会社を辞めようって言われた時に、すごい嫌がったんですよ、自分は。自分の最終的な目標は、世界大会の日本代表になりたいっていうのはずっと夢であって、で、どうしてもやっぱそういうの出てるのって結構大きい企業が多いので、なんかここにいないと自分もそう、まずなれないんじゃないかっていう思いが言いたかったんですけど、これ以上はもうちょっと厳しいかなっていうところですね。本当に今は店やってよかったなと思います。1日15、6時間働いても月収一番良くて30万いかなかったですからね。これどうするんですか？これは、まだ、あれなんです一回丸く抜いて、こっちの本体の生地を包みます。これは、シャバッタという、イタリアのパンです。イタリアのバゲットみたいな感覚の食事パンです。
仕事してない時でも、まあ、結局、パン作りのことを考えちゃうんですけど、組み合わせとか、形とか、まあ、それこそもっと言えば、生地の配合とか、をなんか、結構、日中考えてたりしますね。はい。なんか、自分は、もうボコボコのとこに、浸すだけみたいな。今、ほうじ茶を混ぜた、グラサージュ。粉糖と水と、ほうじ茶を混ぜた。感じ。理想というか、あわよくばじゃないですけど、そういうコンクールで名前を挙げて店を出すみたいな。だったら全然なんか良かったですけど。でも、全く書類にも残らないようなやつが店やったってみたいな。なんかもうそんな自分を卑下しちゃって、こう。最初は本当にもう全然売れなくて、自分の店も。そうです。はい。最初1、2万の売り上げからのスタートだった。1日はい。ただ、20人来るか来ないか。はい。ただ本当にもう開けてただけっていう感じだったんで、認知度も全然上がってから1年半ぐらいずっとこんな状態でした。辛いですね。てかもうやることなくてやることがなさすぎて、作業なんか仕込んだって売れないんで、本当に半日もかかんないうちに仕事も終わったんで、だからもうあれですね、営業の電話かけまくったり、それで、使ってくれたの、一件だけだったんですけど、近くの幼稚園さんが、私立なんですけど、はい。唯一なんか使ってくださって、店で売れないんで、なんとかはい。売り先を取ってくるしかないっていうところで、本当に無知で始めるんで、もう自分なんか特にですよね、個人店っていうものが全くどういうものか分からずやってしまったんで、これは自分でカッターナイフで切り絵のように手作ってます。ここなんかいろんなところに雑に入れてあるんですけど、なんかもうこんな感じで、はい。全部
手作り？ほぼ、そうですね。もちろん買ったものもあって、買ってちょっとやっぱり、いい時は全然いいんですけど、なんかパンって、すごいアバウトじゃないですか。大きさとか。合わないんですよ。自分で作り出すんですよ、そういう。型とかも本当は作りたいですけどね、なんだったら。だから作ってもらうものもありますやっぱ。特集していただくものっていうか。大きな世界大会の日本代表を決めるという選考会に、最終選考まで残ることができて、その時偶然、地元というか東海地区のテレビ局の方に見つけていただいて、でそこから密着取材1ヶ月ほどあって、でその放映があった後に一気に認知度が上がって、ここが大きな転機だったかなと思います。で、割となんか、コンクールのこともそうですけど、自分の人となりみたいなものを結構映してもらって、なんか割と、はい。良かったんですかね、その、なんか、作り方っていうか。そこから爆発的になんか認知度が上がって、なんとか、店っぽくなったっていう感じですね。はい。だから、やってたコンクールに、これはもう本当に救われたっていうか、感じです。はい。コンクールって言ってもやっぱ勝負事なんで、やっぱり勝負に勝つにはっていうのはありますよね。勝負に勝つにはやっぱそれなりの分析と傾向と対策っていうか、それは絶対必要なんだなっていうのを知ってます。はい。あくまで商売あっての、お客さんあってのコンクール、延長だったのですね。はい。こうやってそういうなんか自由に、でそういうところに参加できるっていうのも、ファンを買っていただけるからであって、それがなければね、そんな当然やってられないので。これは、いわゆるカンパーニュっていう生地で、こっちが大きい方で、こっちがハーフサイズのカンパーニュですね。
5.1。2.2 キロ事故。盛り込むから、あったはちみつとあれしようか。全部、前日に生地仕込んでってたので、だから、翌々日のことまで考えて、あそこに仕込みの、仕込みする量を書いてて、はい。36個出してるぐらい。YC35 35のかける 2.2 キロ。 2.2で、コロッケ彼女は僕より多分仕事ができるんで、マジで冗談抜きで、はい、手の速さも器用さも頭の良さも全部あって。これはハニーマスタードですね。
明太子と、中に白玉、お餅ですかね。パスタ半分にしようかな。ああ、いい。できたんです。味も、絶対的なんですけども、やっぱり僕が常々思ってるのはやっぱり好き嫌い、味の好き嫌いってどうしてもあると思ってて、甘いものは得意じゃないということは、どんだけ美味しい甘いものを前に出しても美味しいと感じないんですよね。多分難しいと思うんですよ。だから絶対その好みはあって、ただ美しいものに対しては、パンって日常的なものなんですけど、その中でも形であったり人がちょっと目を奪われるような美しさ、でそこから派生してパッとお店に入って清潔感があるとか、余計なものは置かないとかっていうのは自分は心がけてて、看板もないですね。はい。創業当時からやっぱり看板がないとってすごく言われたんですけど、もうパン、あと自分はもうその人の仕事をする風景っていうのは一つインテリアじゃないですけど、なんかその仕事の動線のオーブンからパンを出す音とか人が動くとで、やっぱり真剣でないとそれは伝わらないと思うので、真剣に、パン作りに取り込んでいく。かっこよくこんな風に喋ってますけど、基本的にはパンなんで全然なんかもう別にそんなかっこいいもんでもないし、普通に日常食、フラッと来てっていうのが一番理想なんですけどね。はい。この日の分と次の 1.5 いや3倍にしよう。